まず殺されたのはアンアン君だね。彼女の死体は中庭で見つかった。鉄柵に背中から心臓を貫かれ即死。死因はそれで間違いないだろう。また死体の状況から発見時は死後30分から1時間以内ほど。死体が見つかったのは中庭なんですよね。そうだね。発見したのも私だ。死体の周囲には大量の血痕が残されていた。おそらくアンアン君は中庭の鉄柵の上に落下したものと思われる。どうやら落下の衝撃で鉄柵は根元からいくつか折れてしまっているようだね。あとは近くにちぎれたハンモックの残骸があったようだけど。それはうちが作ったもんだ。適当に作っただけだし、雨や風で自然に壊れたんだろ。なるほどね。確かに現場には雨が降った形跡もあった。そして辺りの地面はぬかるんでいた。夕べの雨の影響だろうね。だが足跡などは残されていなかったよ。あとは枯れた噴水が中央にあるぐらいかな。中庭の情報はざっとこんなところだよ。これらの状況からアンアン君は2階にあるノア君のアトリエのベランダから落下したと見るのが妥当だろうね。なるほどなるほど。なら事件はとっても分かりやすいですね。そうだね。まずは死体の第一発見者でもあり現場を調べた私の見解を示そうか。これは現場を見た所感といったところだけど、アンアン君は事故死だった。そう考えるのが妥当だろうね。アンアン君は2階のベランダから落下して死亡した。運悪く下にあった鉄柵が突き刺さり命を落としたんだ。偶然による事故死ということですね。そうだね。現場の状況から見てアンアン君は足を滑らせたんだ。けどよ、あの鉄柵背中から刺さってたよな。ベランダから事故で落ちたっていうのはわかるが、例えばベランダの柵に寄りかかるようにして落ちたんなら前のめりに落ちるのが普通じゃねえか。それは落ちている最中に空中でバランスを崩したのかもしれないけど、落ちたのは2階から1階までの距離だろう。たかだか数メートルだ。その間に体をひねって背中から落ちるなんてありえんのかよ。ありえないとは言い切れないが、何か理由があったのかもしれないね。例えばベランダが壊れていたとか。昨日の時点ではアトリエのベランダは壊れてなかったと思うけどな。そんなことないと思うな。ベランダの柵壊れてた気がする。ノアの見たことと違うけど。エマ、まさか私のことをかばおうとしているのか。だとしたらバレバレだ。巻き込むわけにはいかないか。アンアン君は2階のベランダから落下して死亡した。運悪く下にあった鉄柵偶然による事故。そうだね。現場のけどよ、あのベランダから事故で例えばベランダの柵によってそれは落ちている。落ちたのは2階からたかだかその間に体をひねってありえないとは言い切れないが、例えば昨日の時点そんなことないと思う。ベランダの柵壊れてた気がする。ノアの見たことと違うけど。正しい話をしようか。ノアが最後にベランダを見たのはいつだ？昨日かも。ノアは今日アトリエにも中庭にも行ってないよ。ならノアが見ていないのも無理はないね。そうなの？ああ、何せベランダは今朝私が壊したのだからね。君が反応するな。正確には壊そうとしたわけではないんだ。あのベランダは老朽化が進んでいてね。このままじゃ事故が起こるかと思って柵の部分だけでも修理しようと思っていたんだけど、中途半端に済ませてしまっていてね。体重をかけでもしたら壊れてもおかしくない。今回はそれによって不幸な事故が起きてしまったようだ。
もしそれが原因だとすると大変申し訳なく思うよ。じゃあヒロ君が原因で。そうかもしれないね。だけど事故だというなら魔女は関係ないんじゃないかな。この裁判は殺人衝動に支配された魔女を探す裁判だ。今回は殺意も何もないただの事故。アンは運が悪かっただけ。個人を狙ったような事件でもないのだし、何も問題がないんじゃないかな。エマ、君に議論は向いていない。嘘をつくなら堂々とつかなければ。嘘も最後まで貫き通せばそれは真実だ。こんな狂った屋敷でこれ以上の狂気を広げないためにも私は嘘を突き通す。ベランダの修理、今朝に壊れてたならノアはわかんないかも。納得してくれたなら問題ないよ。ちょっといいかな。確かにおじさんもこの事件が事故であってほしいけど、だけどおじさん気になるものを目撃しちゃったんだ。何？ちょうど死体が見つかる30分ぐらい前のことだったと思う。あの時おじさん娯楽室にいて映画を見てたんだ。そしたら外から物音が聞こえてきて、それでふと外を見てみたら星空が綺麗なのが見えたんだよね。思わずスマホで撮影したんだけど、これがその時の写真だよ。これに人影が2人写ってるんだ。この2人が事件当時そこにいたアンアンちゃんともう1人、アンアンちゃんを突き落とした犯人なんじゃないかな。決定的な証拠か。これはいよいよ言い逃れはできないか。しかしこのまま受け入れるわけにはいかないか。これは重大な証拠ですね。これをもとにレイヤさんの推理の方向性を修正させてください。私の考えた新たな推理お話ししちゃいます。ミリアさんの撮った写真には2人の人影が写っています。つまり現場には被害者であるアンアンさんに加えてもう1人の人物が存在したということ。ならば犯人しかありえません。犯人はアンアンさんをベランダに誘い出し、そして突き落としたんです。これは明確な殺人事件ですよ。そう言いたかったんですよね、リリアさん。いや、そこまで断定するわけじゃないけど。シェリーの推理は細部は間違っているがおおむね正しい。しかし全てが事実であるわけでもない。ならばそこに推理を打ち崩す鍵がある。議論の着地点を考えて誘導してみようか。ミリアさんの撮った写真には2人の人影が、つまり現場には被害者であるアンアン、ならば犯人はアンアンさんをベランダに誘い出し、そして突き落としたんです。これは明確な殺人事件ですよ。正しい話をしようか。いや、そうとは限らないよ。と言いますと？ミリアの写真が示すことは、当時現場近くに2人の人間がいたということのみだ。別に目撃された2人が犯人と被害者だったと証明されたわけでもない。けど実際に夏目は死んでんだろ。それについてはどう説明するんだよ。仮に突き落とした人物がいたとしても、本当にそこに殺意はあったのかな。だと別にアンアンはビルの屋上や崖の上から突き落とされたわけじゃない。たった2階の高さだ。確実に殺せる高さではない。それに彼女の死因は墜落死ではなかった。そうだね。骨が折れていたりはしていなかったよ。あくまでも死因は背中から刺さった鉄柵によるものだね。そう、鉄柵がたまたま刺さっただけなんだ。アンアンは確かにベランダから落下したのかもしれない。だがそれはたまたま落ちただけかもしれないし、同じ場所にいた人間が何かしたとも限らない。ただ偶然落ちた先にあった鉄柵が胸を貫通してしまっただけ。つまり不幸な事故だったんだ。殺人とは言い切れないよ。
我ながら白々しいな。こんなことただの言い訳だ。しかしエマが私に生きろと言うなら、ささやかな抵抗ぐらいはしてみようか。確かにその意見も一理ありますね。ですが、納得はできません。その点、改めて整理しましょうか。ミリアさんの写真を見てください。昨夜、ノアさんのアトリエのベランダに2人の人物がいたのは確かです。しかし、誰も名乗り出ていない。これはやましいことがあって名乗り出られないのではないでしょうか。つまりミリアさんが偶然撮影したこの写真、ここに写っている人が犯人ということです。アンアンさんはこの犯人に突き落とされたんですよ。でもさっきヒロちゃんが言ったみたいに、本当にそこに殺意があったのかな。中庭の鉄柵に刺さったのは偶然の可能性が高い。なら2階から落とすぐらいで明確な殺意があったとは言えないかもしれないね。別に明確じゃない殺意でもいいんじゃないですかね。この裁判は魔女、つまり魔女化の殺人衝動に支配された人を見つける裁判です。殺人衝動に支配されて衝動的に突き落としたのであれば、犯人が魔女となっている可能性は十分考えられますよ。つまりなんとなく殺したんですよ。それなら成立します。それは確かに。シェリーの言っていることはこの場においては正しい。あまり積極的に触れない方がいい話題かもしれない。時には議論を煙に巻くことも必要かな。ミリアさんの写真を見てください。昨夜ノアさんのアトリエのベランダに2人の人物がいたのは確かです。しかし誰も名乗り出ていない。これはやましいことがあって名乗り出られないのでは。つまりミリアさんが偶然撮影したこの写真、正しくない。その発言、ちょっと待ってもらおう。はい、なんでしょう。シェリー、君は今ミリアが偶然写真を撮ったと言っていたね。そうですね。ミリアさんは物音に気づいて窓から外を見て星を見ようと撮影した。何もおかしなところはないように思います。本当にそうかな。写真の画角を見てほしいんだ。空を撮ったはずなのに映っているのは建物だ。あ、確かにそうですね。そもそも昨日は雨が降ったはずだ。星空が見えるほどに空が晴れていたなんておかしい。確かにそうですね。そこのところどうなんですか、ミリアさん。いや違うんだって。その後に雨が降ったんだと思うよ。あの夜は雲一つなくて星が見えてて、だから写真を撮ろうとしたんだ。間違えてレンズを空に向ける前にシャッターを押しちゃったから変な画角になっちゃっただけで、その後本当に空の写真は撮ったんだよ。本当に星空しか写ってないけど。どちらにせよその写真は疑わしい。もしかするとミリア、撮影した日時を勘違いしていたりするんじゃないかな。そんなことはないけど。でも私もおかしいと思いますわ。ハンナちゃんまで。私、外に洗濯物を干してたんですの。こんな夜中まで乾かしてたのかい？取り込むの忘れてたんですわ。でも雨の音を聞いて思い出したんです。だからそれで慌てて取り込みに行ったら全く濡れてませんでしたの。ほら、この洗濯物ですわ。洗濯だのなんだの、一体何の話してんだよおめえら。確かにうちも外歩いてて雨には降られなかった。けどよ、んなこと今はどうでもいいだろう。どうせなんかの勘違いだ。それよりも誰が殺したのかどうかの話をするべきだろう。それはそうなのかも。議論を混乱させてしまったようだ。確かに話の内容が食い違うことは気になるが、
ボロが出る前に私からは一旦矛を収めておくべきかな。ともかくしっかり確証がないことを根拠に議論を進めるのは危険だと言いたいんだ。私の言っていることは正しくないかな。いいえ、その通りですね。でもそれであれば正しい証拠があればいいんですよね。何か殺人の証拠になるようなものが残されていたとでも言うのかな。ふん、実は私が見つけたこの事件が殺人事件であるという証拠があるんです。なんだと。ではそれについて説明させてもらいますね。そもそもたまたま落ちた先にたまたま鉄柵があるなんて不自然に感じませんでしたか？そこで調べたところあったんです。鉄柵を動かした形跡が。鉄柵を動かした形跡。そうです。アンアンさんが亡くなっていた現場写真を見ればわかりますが、鉄柵が曲げられているのが見えますよね。あの鉄柵は元はきちんと整列していたようでした。ですがあの鉄柵、最近動かされたような跡が残ってたんですよ。これは間違いなく犯人が仕組んだトリックですよ。犯人はアンアンさんを突き落とす前に鉄柵を歪ませていたんです。そして鉄柵の上に向けてドーン。突き落とされたアンアンさんは背中からグサーッと亡くなってしまったんです。つまりこれは他殺、事故ではなくて殺人事件だったんですよ。鉄柵が移動させられていた。偶然か。何にせよそのせいで客観的に見て事故の線は薄くなってしまう。しかし他殺と思われてはまずい。ならシェリーの推理を否定するしかない。そもそもたまたま落ちた先にたまたま鉄柵があるなんて、そこで調べたところ鉄柵をそうです。アンアンさんが亡くなっていた現場写真、あの鉄柵はですがあの鉄柵、これは間違いなく犯人が仕組んだトリックですよ。犯人はアンアンさんを突き落とす前に、そして鉄柵の上に向けてドーン。鉄柵に向かって落とすか。残念だけどその推理は成立しない。どうしてですか？それは現場の状況を考えれば一目瞭然だ。シェリーの推理が正しければアンアンはアトリエのベランダから中庭の鉄柵に向かって突き落とされたことになる。しかしそこにはそれが不可能となる状況があった。その状況とはこれだ。死亡推定時刻からしてすでに日も沈み、中庭には照明一つもない状態だ。仮にランプでも持ってきてお茶会でも開いていたならまだしも、明かりのない中庭の中鉄柵に向かって突き落とすなんて不可能だよ。確かに現場は当時真っ暗だったかも。そういえばそれで思い出したけど、おじさんが空の写真を撮った時もそれで中庭の方を全然気にしてなかったんだよね。暗くて見えなかったからさ。だそうだよシェリー。つまり君の論は破綻しているんだ。それとも反論でもあるかな？はい、ありますよ。だってあの柵は細工されていたと思うんです。実際何本か折れてましたしね。移動させられていたのも合わせて何者かの思惑があったと考えるのが自然です。とはいえヒロさんの言うことも分かります。何もなければ鉄柵に向かって突き落とすのは難しいかもしれません。ですがそれは何もなかったらの話です。何かがあった、そう言いたいのか？その通りです。そしてそれは現場からも見つかっていますよ。それはズバリアンアンさんのスマホです。そうですよねレイヤさん。ああ、アンアン君が持っていて当然のものだからわざわざ言ってはいなかったが、現場にはスマホがあったんだ。それはアンアン君の死体の下に残されていた。死体の下？
確かにそれなら無関係とは切り捨てられないか。中身も確認したけど特に不自然なものは記録されていなかったよ。そういえばアンアン君のスマホにはココ君の遺体の写真が保存されていた。くしくもアンアン君が落下した場所はココ君の死体が発見された場所に近かった。もしかすると何か関係があるんだろうか。それはともかく、スマホを使って現場に一工夫することでアンアンさんを目当ての場所に落とすことが可能なんです。そんな料理番組の煽り文句みたいなことがあるんですの？チャンネルはそのままですよ。当然ですが、スマホは液晶画面が光ります。それにこの機種はライト機能もあります。犯人はあらかじめ現場に光らせたスマホを置いておいたんですよ。現場は犯行当時暗かった。それならスマホのほのかな光であっても目印として分かりやすかったはずです。そこにめがけて突き落とせばぐっさり串刺しにして殺せますよね。確かにスマホぐらいの光だったらおじさんも見逃してておかしくないかも。どうですかこの推理は。このトリックを使えばアンアンさんを鉄柵で殺害するのは簡単なはずです。シェリーは他殺だと信じている。しかし運がいいのか悪いのか、今の推理には説明しきれない矛盾が残っているな。その隙利用させてもらおう。当然ですが、スマホは液晶画面が光ります。それにこの犯人はあらかじめ現場は犯行。それならスマホのほのかな光であってもそこにめがけて突き落とせばぐっさり串刺しにして殺せますよね。正しい話をしようか。なるほど、確かにその通りかもしれないね。その推理なら全ての辻褄が合う。完璧にね。そうですよね。ああ、ただし一つだけ条件があるけれど。条件ですか？中庭に置かれたスマホをめがけて落下したという推理に異論はないよ。でもそれはアンアン自らでないとおかしいんだ。なぜならスマホはアンアンのものだったんだからね。現場にあったスマホは犯人が事前に置いた。アンアンはベランダから落下した。その2つの条件を満たす一番簡単な回答、それは一つしかない。アンアン自身が犯人だったということだよ。でなければ犯人はどうにかしてアンアンのスマホを手に入れる必要があった。わざわざ犯行の前にアンアンのスマホを盗んだりするかな。警戒されるだけなのに。でもよ、その推理はおかしいだろ。夏目が自分から落ちたってことは自殺だったってことだ。夏目が自殺する動機も予兆もなかったってのに突然んなことするわけねえと思うけどな。もちろん私だってアンアンが自殺したと決めつけているわけじゃない。でもシェリーの推理が正しいとするならそうなってしまうと言ってるんだ。もしくは現場にあったスマホなんてただ単に落下した時の衝撃で落ちただけかもしれないよ。どちらにせよシェリーの推理は納得できるものではない。違うかな。なるほど。確かに現場にあったのはアンアンさんのスマホでしたね。でもヒロさんが指摘した部分を修正しちゃえば話は通じるはずだと思います。もう一度この殺人事件を検証してみます。シェリーは何があっても殺人事件ということにしたいようだ。けれど間違った理屈の上にさらに仮説を重ねても再び矛盾が生まれるだけ。崩してみせよう、シェリーの紡ぐ間違ったストーリーを。ヒロさんの言う通りスマホがアンアンさんのものだったのを見落としていました。なら可能性は一つです。先ほどヒロさんが言った通り犯人も事前にアンアンさんのスマホを盗んでいたんですよ。それなら問題なくスマホを中庭に置いておけます。先ほども言った通りそんなことをしても警戒されて犯行が困難になるだけだよ。バレなければ問題ありません。犯人はあらかじめ
中庭にスマホを置いてからアーンさんを2階のベランダにおびき寄せました。もしかするとあそこにスマホが落ちてるなんて言って誘導したのかもしれませんよ。そうしてベランダから身を乗り出して中庭を見たアーンさんに襲いかかる犯人。哀れアーンさんはそのまま落下して串刺しになってしまったんです。でも、もし犯人がそんな細工してたら現場に痕跡が残ってるんじゃないかな。例えば足跡とかさ。いえいえ、ご心配無用ですエマさん。足跡を含め事件の痕跡は全て雨によって流されてしまったんです。鉄柵の移動以外は。けど不自然じゃないかな。柵を移動させた痕跡だけ残ってるなんて。柵が動いた原因ってもしかしたら何か他にあるのかも。でもシェリーちゃんの言ってること筋が通ってると思うの。どうしてエマちゃん急にそんなこと言い出したの？もしかしてエマさん何か知ってらっしゃるんですの？そんなことはないけど。エマの嘘が下手すぎる。このままでは私だけではなくエマまで疑われてしまいそうだ。しかし何かおかしいな。シェリーの言葉、おかしな矛盾が紛れ込んでいる。もう一度これまでの情報を確認してみよう。ヒロさんの言う通りスマホがアーンさんのものだったのは見落としていました。なら可能性は一つ。先ほどヒロさんの言った通りそれなら問題なく、先ほども言った通りバレなければ犯人はあらかじめ中庭に、もしかするとあそこにスマホ、そうしてベランダから身を乗り出して哀れアーンさんは。でももし犯人がそんな細工してたら、例えば足跡とかさ。いえいえ、ご心配無用ですエマさん。足跡を含め事件の痕跡は全て雨によって流されてしまったんです。鉄柵の移動以外は。どうしましたヒロさん？この矛盾はどういうことだ？現場の状況は明らかに矛盾している。シェリーの推理とも証拠とも、そして私が見た光景とも。現段階ではその理由はわからない。情報が揃っていないせいだ。ならば情報を集めるのみ。真実へと向かって。特に何も言うことがないのであれば話を続けますけど。正しくない。悪いね。少しだけ考えをまとめるのに時間がかかってしまっていたんだ。けれどシェリー、君の推理が間違っていることには変わりないよ。そうなんですか？どこが間違ってるんです？ああ、君を満足させられるよう徹底的に君の推理を叩き潰してあげよう。望むところです。それでどこが問題なんですか？君はさっき全ての痕跡が雨で流れてしまったと言っていた。けれどそれは本当だろうか？現場には水で流されなかった決定的な痕跡が残っているよ。なるほど。ではズバリその痕跡とは何のことでしょう？現場に残された痕跡、それはいくら強い雨だったとはいえ洪水になったわけじゃないんですよ。死体が雨で流されちゃうわけないじゃないですか。その通りだ。死体は流れていない。けれど流れてもおかしくないものが残ってるんじゃないかな。それってまさか。そう、死体周辺の血痕だよ。君の推理では現場には強い雨が降って
足跡などの痕跡が流れたという話だったよね。なのにこれだけ大量の血液が残っているのは少し不自然じゃないかな。言われてみればそうかもしれませんね。でも雨の状況によってはありえなくはないんじゃないでしょうか。たまたまアンアンさんの周辺だけ雨が当たりにくい場所だったのかもしれません。ベランダも近いことですしね。いや、それはありえないんだよ。この牢屋敷の中においてはね。牢屋敷の中？どうやら君も気づいたようだね、エマ。アンアンの死体の状況、そこに残されている血痕の状況がありえない理由。それはココちゃんの。そうだ、アンアンのスマホに残されていた写真。ここに写っている血痕に注目してほしい。ココは地下で殺された後、中庭に運ばれた。運ばれる間、その血痕は捨てられた衣類で拭き取られていたようだけれど、それでもこの写真に写るようにココの死体に血の蝶は舞っている。にもかかわらず、アンアンの死体についたほとんどの血痕は血の蝶になっていない。こんなことありえるはずがないんだ。ありえないって。でも実際に夏目は死んでんだろうが。そう、問題はそこだ。アンアンの死体の状況はありえない。ならば一体何が起こったのか。ヒロちゃん、この牢屋敷の中では血が蝶になる魔法がかかっている。なら血が蝶にならない状況ってどういうことなんだろう。魔法は物理法則を変えるものではあるが、論理を無視するものではない。血が蝶にならなくなった理由が必ずある。それはアンアンの死体の不自然な状況。それは私たちが思い違いをしていたに過ぎない。その思い違いとは、これだ。血液は偽物だった。可能性はそれしかない。偽物？検視の知識があろうとレイヤは素人だし、死体の周りの赤い液体が血液かどうかを鑑定できる機材があるわけでもない。まして現場は雨上がりの屋外、鉄臭い血の匂いがしていなくても不自然に思うことはない。確かに言われてみれば血液だったという確証はない。なら現場に残された血液がただの血のりだった可能性は十分にあり得る。けど待ちたまえヒロ君、仮に君の言う通りそれが用意された血のりだったとして、誰がどうしてそんなことをしたんだい。アンアン君は背中から鉄柵が貫通して死亡していた。死体の状況から言って出血は間違いなく起こっていたはずだ。わざわざ本物の血があるのに重ねて血のりを偽装するなんて、そんなことありえるのかね。確かにそこが一番の問題か。誰がどうして血液の偽装なんてしたのか。この問いに答えることは可能なのか。ヒロちゃん、ごめんね。エマ、みんな、一つだけ言いたいことがあるんだ。実は黙ってたんだけど、ミリアちゃんの写真に写っているもう一人の人影、あれは僕なんだ。は？違う。アーアンさんを殺したのはエマさんですの？何をしているエマ。僕はあの時アトリエのベランダにいたんだ。でもアンアンちゃんは落下してしまった。だから僕はその時ベランダから下を覗き込んだんだ。暗い中で見えにくくはあったけど、でも間違いなくその体は血まみれだったよ。レイヤちゃんの見つけた時と同じようにね。これが僕が言っておきたかった目撃証言だよ。なら結局発見された時の死体の状況に矛盾はなかったってことですね。でもそれってやっぱりエマちゃんが殺した以外ありえないよね。エマさんが突き落とした時に串刺しにされてアンアンさんは死んでしまったんですわ。本当にそうなのかな。
エマは私の代わりに処刑されようとでも言うのか。それで罪滅ぼしをしたつもりならそんなのは間違っている。絶対に許さないぞエマ。落ち着け、冷静になれ。エマが言ったことは真実だ。確かに落下直後アンアンの体は発見時と違わないように見えた。ならそれが意味することは何だ。エマの命を懸けた覚悟、生かすも殺すも私次第だ。僕はあの時アトリエのベランダにいたってもアーヤちゃんが言ったから僕はその時暗い中で見ても間違いなくソフィーヤちゃんを見つけこれが僕が言っておきたかったなら結局発見された時の死体の状況に矛盾はなかった。でもそれってやっぱりエマちゃんが殺した以外ありえないよね。エマさんが突き落とした時に串刺しにされてアンアンさんは死んでしまったんですわ。正しくない。いいや、アンアンは死んでいなかったんだ。どういうことですの？言った通りだよ。落下した直後アンアンはまだ生きていたんだ。そうなんですか？ああ、実際血に偽装された赤い液体が現場には残されていたのがその証拠だよ。理由が何であれ偽物の血を用意した目的、それは死を偽装したとしか考えられない。つまりエマが見たのはアンアンの死を偽るために偽装した血痕だったんだ。でもヒロ君、現にアンアン君は死んでいるよ。死体を見た私が言うんだ。それは間違いない。別に今アンアンが死んでいないとは言っていないよ。ベランダから落下した直後その時点ではまだ死んでいなかったという話に過ぎない。それなら何も矛盾は残らない。落下直後に死んでいなかった。いやヒロ君、それもありえない。あの刺し傷は致命傷だった。ヒロ君の推理が正しければそれは死体の状況と矛盾してしまう。いいや、矛盾なんてしない。ベランダから落下したアンアンは怪我をしていなかったんだ。つまりエマが見た時点では偽物の血で体が染まっていただけでアンアンは傷を負っていなかった。その胸は鉄柵が貫通してなどいなかったんだ。確かに僕が見た時中庭は暗くてちゃんと見えたわけじゃないよ。アンアンちゃんは血まみれだったけど傷口までは見えなかった。ヒロちゃんの言った通りその時アンアンちゃんはまだ死んでなかった可能性があるかもしれない。ちょっと待ってほしい。だとしても死体の偽装工作なんて、そんなこと一体誰がしたんだ。落下した直後エマがベランダから見た時にアンアンの死体は血まみれだった。だとしたら血のりを使えた人物は限られている。アンアンの体に偽物の血液を塗布した人物、その人物とはこれだ。それはもちろんアンアン本人だ。エマの証言によればアンアンは落下した直後すでに血まみれだったと話している。なら用意していた血のりを即座に使えるのはそこにいた本人しかいない。アンアン君が自分で。エマはアンアンが鉄柵の上に落下して死んでしまったことを隠そうとしていた。それは私がアンアンを突き落として殺してしまったと思っていたからだ。だがアンアンが落下直後に死んでいなかったとすると大きく話は変わってくる。この事件、当事者であるはずの私とエマにも見えていない隠された真実がある。暴くんだ、その全てを。